世間で増税クソメガネと言われているというのを岸田首相が気にしている結果、岸田首相ってまだ増税してないんですよ。年々人口が減っていくという状況の国の中でビジネスをするというのは毎年売り上げが減るということですけど、あなたはその国に対して投資をしますかっていう話になっちゃうんですよ。ひろゆきさん的に岸田政権100点中100点満点中何点ですか？これ採点が難しいのは、じゃあ岸田さんじゃなかったら誰が他にいい点数取れるかって話だと思うんですよ。仮にじゃあ僕は岸田さん50点って言ったら、じゃあ100点取れるの誰なのって言うといないんですよ。なのでなんかその選択肢の中から点数を決めるってなると、じゃあ岸田さんの代わりに誰がなってももうそんなに変わらんよね、じゃあ立憲民主党に任せたらもっといいかっていうと別にそうじゃないよねって話で、なので結構難しいですよね。なんで僕は岸田政権のこれが良くないあれは良くないとか結構文句たらたら書いてるんですけど、じゃあ他の党に任せたらいいのか、じゃあこの人に任せたら、自民党のこの人に任せたらもっといいのかっていうと大して変わらんよねっていうのもあるので、石破さんとか河野太郎さんがやった方がよりいいだろうとか、菅さんがやった方がよりいいだろうとは思うんですけど、でもその差は多分10点ぐらいの差で結構誤差なんじゃねえかなっていう気がしてます。はい。日本が世界に勝つにはインターネット利用は悪口税を課税して得た税収で、日本企業が Google を買収したら世界に勝てるのかもしれないですが、どうですかね。悪口はどこまでが悪口かというのが法律上決めることがすごく難しいんですよ。例えばその岸田首相に対しての文句は悪口であるっていう風になって、岸田首相に文句を言ってはいけないってなっちゃうと、それはロシアと同じ状況になるので、なので政治家を悪口言ってもいいよねってなると、じゃあ誰なら悪口を言っているのか、公人ならいいのか、じゃあ元政治家はいいのかっていうので、やっぱり、悪口の基準を決めるっていうのが難しいんじゃないかなと思うんですよね。だからね、増税クソベガではね、僕結構正しいと思うんですよ。正しいというより、世間で増税クソメガネと言われているというのを岸田首相が気にしている結果、岸田首相ってまだ増税してないんですよ。社会保険料を上げるとか、税ではないもの自体は上げてるんですけど、税金自体はまだ上げてないんですよ。インボイス制度ももともとあれ増税ではなく免税されていたものの免税特権をなくしただけで、増税はしてないんですよ。なので増税クソメガネと言われるのが嫌なので、増税を避けてるように僕は見えるんですよ。僕の想像かもしれないですけど、なので増税クソメガネと世間の人が言ってる時点で割となるべく増税を避けるっていうのをやってるので、結果としては増税クソメガネと言い続けるっていうのは増税させないためには結構効いてるんじゃないかなと僕は思ってます。今の日本国の財政は借金まみれですが、借金してまで外国を支援すべきなのでしょうか。借金してまでパレスチナのウクライナを支援すべきだと思いません。最終的には国民負担になりますし、庶民によってどんなメリットがあるのか分かりません。それでも支援と言っている方々は個人で借金して支援すればよいだけなのですが、資金がないとは言わせません。国は能登の被災者支援に要請も回してほしいです。借金の有無の問題でいくと、会社って割と借金って結構持ってたりするんですよ。でそれはお金を借りた方が経営効率がいいという場合もあったりするので、日本は国債という形で借金を負ってるんですけど、経済状況が悪い時に国債をバンバン吸って、その国債で日本国内にお金を回すっていう方がいいよねとか、ウクライナとかパレスチナを支援するおかげで何かあった時に日本が助けてもらえるよという可能性があるんですよ。例えばじゃあウクライナの支援がなくなりました。世界中誰も支援しませんでした。でこれどういう状態かっていうと、強い国が弱い国を攻めた時に弱い方が死ぬんだから当然じゃんっていう弱肉強食を認めることになっちゃうんですよ。でそうすると中国が日本を攻めました。で日本負けました。でも誰も助けません。だって弱い国が死ぬのは当然でしょ。なので弱い国を潰すべきではないよねという国際世論を作った方が、弱い国である日本というのはむしろ生存確率が上がるんですよ。でここで弱い国というのは核を持ってない国っていう意味なんですけど、核を持ってるんだったら核持ってる国が有利なのは当然だよねっていう世論を作った方が日本は有利だし、核を持ってない日本は核を持ってない弱小国でも生き残れるようにした方がいいのっていう世論を作った方が日本の生存確率が上がるんですよ。なので長期的にはパレスチナだったりウクライナっていうのを支援した方が日本の生存確率は上がるんじゃないかなと思いますけど、で被災者支援に関していくとまだ今お金が足りないという状況にはなってないと思うので、なので能登の被災者支援がお金足りないから他の国に回すのを能登に向けるべきだっていうほど本当にお金が足りないのかっていうと、まだそういう状況にはなってないんじゃないかなと思います。今回の震災で復興特別所得税の増税あると思いますか？私は増税に賛成なので増税してほしいと思ってるんですが、それには難しいかなと悲観的になってしまいます。僕も増税賛成ですね。
増税きついよねっていうのもあるんですけど、増税して早く復興した方が結果として自分たちの収入増えるんですよ。石川県が復興しないとそこで日本の株価が下がってしまって、じゃあ売り上げも下がってしまうねっていうのがあるので、石川県が復興してくれて、石川県の人たちがじゃあお金稼げるようになって、外国からインバウンドとか来てっていうので稼いでくれて納税した方が結果として日本が豊かになるので、さっさと復興しろやっていうのがあるので、復興のためにお金が必要だったらそれは増税した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ただ今増税しなくても国債でよくねっていうふうに思ったりもします。日本はすでに負けてるんですよね。人口的資源的に先はどうなんですかね。人口は多い国ですよ。人口1億ある国ってそんなにないので。ただ問題は人口が減り続けてるってことなんですよ。少子化の話の中で別にじゃあ人口5000万とか韓国でいくと、韓国が3800万人とかだっけで、フランスが5000万人ぐらいで、なので別に人口どんどん減ったって国家としては問題ないじゃんっていう人がいるんですけど、問題なのは人口が減り続けてるということなんですよ。なので1億人の人口が9000万人になりますってことは、その国での売り上げが 10% 減るってことなんですよ。人口じゃあ毎年 1% ずつ減りますっていう国って、輸出入する会社別として毎年毎年日本の会社というのは 1% 売り上げが下がり続けていくってことなんですよ。で 1% ずつ売り上げが下がり続けていくということは、もちろん給料なんて上がるわけないんですよ。だって売り上げ下がり続けてるんだもん。そしたらじゃあ研究投資とかをしても、どうせ売り上げ下がるんだから研究投資なんかしない方がいいよね。なので昇給もしないし、研究開発費もお金も払わないし、じゃあ起業をするにしても売り上げが下がり続けるところで起業してもしょうがないよね。なのである程度お金があって起業するような人だったら、日本以外のところで起業しようっていう形になっちゃうんですよ。1億人の人口がいるから大丈夫だろうって話じゃなくて、年々人口が減っていくという状況の国の中でビジネスをするというのは、毎年売り上げが減るということですけど、あなたはその国に対して投資をしますかっていう話になっちゃうんですよ。なのでなかなかきついよねって話です。で資源はあんまりありません。海洋資源に関してはめちゃくちゃあった国なんですけど、ノルウェーだったりとかって海洋でずっと売り上げ上げ続けて利益率も上がり続けてるんですけど、日本の場合って海洋資源取りまくっちゃって絶滅させちゃったりしてるので、絶滅まで言ってないんですけど、減り続けてるので、毎年毎年漁獲高減ってるんですよ。僕が知る限り他の国だと割とその魚を取る量だったり海産物を取る量というのを毎年毎年その量で制限して毎年毎年増えるようにしてるんですよね。なので毎年毎年鮭が増えてくるので、増えた分を取って売ると。なので大きくなったもんだけ取って売りますっていうので利益率はどんどん上がってきますってなんですけど、日本の場合って量で制限するんじゃなくて期間で制限するので、漁師としてはこの期間しか取っちゃいけないとなったらいっぱい取った方が得なんですよ。それが大きく育ってなくてちっちゃくても、でもそれ取って売れるんだったら取りまくった方がいいよねっていうので、なので根こそぎ取った方が勝ちという競争になっちゃうんですよ。でその結果魚介類どんどん減っていくっていうので、海産物どんどん減っていくっていうのになってて、でそこら辺のシステム変えた方がいいんじゃねえのっていう人もいるんですけど、残念ながら水産庁は海産物というのは減ってないんだって言い張り続けて、で割と農林水産大臣だった人も農林水産省の言ってる人に騙されて減ってないんだって言い張るっていうひどい状況になったりするので、なので資源はどんどん減ってるっていう。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。